ゼロは俺に何も言ってはくれない。教えてくれ、ウーフェイ。ウィングガンダムゼロカスタムとは、ぶっちゃけ、エンドレスワルツ版ウィングガンダムゼロのガンプラ第1号。つまり、このキットのことである。ありていに言えば、エンドレスワルツ版ウィングガンダムゼロの商品名が、ウィングガンダムゼロカスタムだったのよん。どういうこと？このキットが発売される際、バンダイさんが、テレビ版のウィングガンダムゼロ特別しやすくするためにそう名付けたのでござんすよ。当時は、通常のガンプラのみならず、リミテッドモデルなんかでも、名前の最後にカスタムってつけるキットが多かったものなのだけどもね。ウィングガンダムゼロカスタムってのは正直呼びにくかったもんざいもん。エンドレスワルツ本編でも、ウィングゼロとかゼロとしか呼ばれていなかったこともあり、このキットの発売以降、ガノタやモデラーは、ゼロカスの愛称で呼ぶのが通例になったのでございます。しかーし、エンドレスワルツ版ウィングゼロのニューキットが発売されるたび、解説書で設定が後付けされるパティーン。ゼロフレーム？翼の走行の剥離現象？なんだそれ。現在は、ウィングガンダムゼロ、エンドレスワルツと表記するのが一般的なのだよ。わけわかめ。もともと、設定上ではテレビ版と同機体。エンドレスワルツ用として、過渡期はじめ氏によってガンダムのデザインがケレン味のあるデザインに一新された結果、予想を上回る人気になっちまって巷に浸透。こっちのデザインの方がメジャーになっちまって、テレビ版ウィングゼロの影が薄くなる原因になったのですよ。参ったねー。そうだ、その通り。プロポーションはよりグラマラスになり、当時、話題性抜群だった。天使の羽を彷彿させる4枚の翼が超素敵。機体色は赤みが減って、青みが強い。白と青のツートーンカラーに近い配色になったのよん。最大の特徴であるゼロシステムに関しては割愛。ヒーロー曰く、ゼロは何も言ってはくれなかったのでありんすよ。そうだっけ？劇中では、土地狂ったウーフェイ君のナタクと戦い続けた末、ヒーローが戦いを放棄しちゃって海にぽっちゃん。その後復活して、生意気なガキとジジイのいるシェルターに向けて、ツインバスターライフルを3連射。戦闘によるダメージと、ツインバスターライフルの反動でぶっ壊れたのでしたとさ。ちゃんちゃん。テンプレ、一丁上がり。キットの値段は2000円。1997年に発売されたハイグレード仕様のキットだよ。エンドレスワルツのキットは、100分の1スケールからの商品展開だったのですよ。さすがやね。でも、第1弾のガンダムナタクでは、脚部がシェンロンガンダムからの有用だったのですよ。とほほほほー。当然。このシリーズ大丈夫か？などと陰口も囁かれたりしたけども、第2弾のゼロカスはプロポーションも良好。各部の形状も申し分ない傑作キットだったのだー。ガキンチョのみならず、不女子にも、ヒーローくんのガンダムなんて呼ばれて大人気。作れもしねえくせに衝動買いして兄弟に作らせたりしたもんざいもん。実際、姉ちゃんにゼロカスを作らされた経験のある奴は結構いるのよ。あいたたたー。なんやかんやで100分の1スケールのガンプラもバカ売れ。関連グッズも、これまたバカ売れしちまったわけでして。羽しょったガンダムは売れる。という幻想を、バンダイさんに抱かせちまったガンダムとして有名なのでございます。武器は、分離可能なツインバスターライフルとビームサーベルが2本付属。シールドがないんで、印象がかなり変わっているのよね。ビームサーベルはクリアピンク成形で、ビームサーベルのグリップは、ウィングの基部に収納可能なのですよん。両肩のマシンキャノンは展開可能。20分の1のヒーローくんのフィギュア付きで、大気圏突入モードも再現可能なのが、当時的には結構ポイント高かったのでございやす。気になる点としては、翼の形状がいまいちで裏側がスカスカ、構造も貧弱、小羽がアサフレックス製な上、露出するグレーのポリキャップが目立つのですよ。参ったねー。肘は関節のポリパーツが剥き出し、ツインバスターライフルの保持もいまいちな点が、まだまだ改良の余地があるところとか言っとこう。特に、ツインバスターライフルは、このキットではカウンターウェイトの役目も持っているのでして、意外と飾るときには重要なのだよ。ほんとにね。羽がスカスカで見た目よりも軽く、微妙なバランスだけども自立はできるよほうほけきょ。でもねバランスが悪いのは確かでして、倒れて、羽とかが壊れるのを予防するには重要な武器だったのよん。その他、嫌なポイントを挙げればまだまだあるけども、そんだけネタが尽きないのは、このキットが大ヒットして数多くの人が購入したからであってだね。たくさんの人が買って作って、または、姉ちゃんに作らされた結果なのでございやす。そうだそうだ、クリームソーダ。当然、後発のマスターグレードには及ばない部分も多いのだけどもね。正直、4000円もするキットなんて買うやつは限られているわけでして、買って作らなきゃ評価もできないのは当然のこと。ガキンチョの小遣いなんて、今も昔もそんなに変わってない残暑 ?1 万円くらいもらっているのならともかく、よくて1000円のガンプラが買えるくらいでしょうよ。そうだよね。親に買ってもらったとしても2000円のキットくらいまでじゃないかいな。俺らはもう、瓦礫全盛の時代から金銭感覚が麻痺してっけどね。マスターグレードの企画開始時も。こんな高いキット、売れるのか？なんて、バンダイさんの社内でも議論が当然ありおりハベリーマソカリ。一般大衆にはこのキットくらいがギリギリ常識の範囲なのだと思うのよん。買わないと始まらないのよね。